Hi, it's Lily. 皆さん、こんにちは。お元気ですか？しばらく YouTube お休みしてましたが、YouTube に帰ってきました。ただいま。実は今、リリーは家族会いにアメリカにちょっと来てます。まだはっきり決めてないですが、アメリカに2、3ヶ月いる予定なので、日本を出る前にアメリカに持っていく日本のものをいろいろ揃えておきました。リリーが手放せない日本のものはどういうものなのでしょう？今回の動画でアメリカに日本のどういうものを持ってきたのかを皆さんにシェアしていきたいと思っております。当たり前のものも持ってきましたが、ちょっと驚くようなものもあるかもしれませんので、よかったら最後まで見てみてください。では早速、Let's talk! 最初はアメリカに持ってきた食べ物からご紹介します。お米です。もうね、日本のお米は世界一です。1日1回は食べたいですね。今回家族の引っ越しで他の荷物が多かったため、そんなに持ってこれなかったんですが、実家の近くの農家さんが作っているお米約5キロぐらい今回持ってきました。スーツケースに入れて、結構重いんで他のものがなかなか入らなかったです。本当はご飯は毎日食べたいんですけど、毎日食べちゃうとすぐなくなっちゃうから毎日は食べれないです。週1か2ぐらい食べてます。アメリカに来て改めてどれぐらい日本のお米が美味しいのかが分かりました。これは私にとって宝物です。今アメリカの田舎の方にいるんですが、こんな田舎のスーパーでも 3,4 種類のお米は一応売られてます。探してみたんですが、多分大きい町のアジアンストアに行かないと日本産のは買えないと思います。近くのスーパーにこういう玄米のようなのは売られてます。もちろんこの玄米は全然悪くないんですが、まあ日本のお米を食べて育っちゃったからやっぱちょっと違うなって思ってしまいます。日本のご飯がやっぱ世界一だなって思ってしまいます。恋しい皆さんは海外に行くと日本のご飯恋しくなりますか？ぜひ実体験などコメントの方でお聞かせください。はい、次の食べ物はこちらです。じゃじゃん、海苔です。もうほんとシンプルな海苔です子供の頃から実はおやつ代わりに食べたぐらいなので、もうないといけないんです。もちろんお米と同じく都会とかに行けばアジア系のスーパーで見つかると思いますが、いつも食べてるお気に入りの海苔があって、その2パックを持ってくることにしました。すぐになくならないように1人1食1枚って決めてます。でもそれもやっぱちょっと辛いですね。もっと食べたい本当にスペースが限られちゃってたので、自分が食べるもので今回それぐらいしか持ってこれなかったです。本当はお気に入りの味噌汁が作れるように、いつも日本で使ってる味噌や鰹節とか昆布持ってきたかったんですが、まあ今回はしょうがなかったです。ご飯と海苔のもうベーシックなその2つしか持ってこれなかったです。自分用ではないですが、日本育ちのアメリカ在住の姉のために普段おせんべいとかそういう日本産のスナックを持ってきたりもします。確か 2,3 種類のおせんべいは持ってきたはずです。どこに行ったかわかんないですが、多分食べられないようにお母さんが隠してるのかな、わかんないけどまあとりあえず食べ物系だったらそんな感じかな。じゃあ次は食べ物ではないものを見ていきましょう。次の手放せない日本のものはこちらです。化粧水や乳液など保湿系のクリームです。もちろんアメリカでもこういうものは買えるんですが、日本のものに慣れてるし好きなので持ってきました。オーガニックとかナチュラル系ではないですが、自分で作れるようになるまで今この肌ラボのやつを使ってます。アメリカにいる間持つように多分この倍ぐらい持ってきました。歯磨き粉とかシャンプー、石鹸などはアメリカ産のナチュラル系ののが好きなので、そういうのは持ってこなかったです。ただこういうクリームだけ持ってきました。でも日本の歯ブラシは持ってきました。小さいサイズのが好きなので。アメリカの保湿クリームもすごく興味あるので、アメリカのを探しに行く動画を作るかもしれませんが、聞いた話では日本の値段とクオリティをマッチするのはない
らしいです。本当かどうか分かりませんが、聞いた話ではそうです。長くアメリカに住んでいる方々、ぜひ教えてください。それは正しい情報ですかね。どうでしょう。はい、では次、手放せない日本のものはこちらです。日本の本です。昔からアメリカに来るたび日本の本を持ってくるようにしてます。実は日本にいると普段あまり読書しないんですが、アメリカに来ると日本語に触れる機会がほとんどなくなるから日本語の本を読むようにしてます。漢字とかが急に読めなくなったりしないように1日10分ぐらい本を読むようにしてます。読めなくなっている漢字が現れたら電子辞書も持ってきているので調べたりします。今実際に読んでるのはこの2冊です。友達がくれました。めっちゃハマってます。すごくいいです。他にもこういうの持ってきてます。トータル1234567 8冊ぐらい持ってきてます。多分全部読み切れないんですけど、一応ね持ってきました。寝る前とかに読むのが大好きです。はい、次の手放せない日本のものはちょっと意外かもしれませんが、ズボンです。詳しく言うとユニクロのレギンスパンツです。こういうの絶対アメリカで買えるでしょ。リリーはアメリカ人だからアメリカ人の服の方が合うでしょう、などなどと思うかもしれません。それがですね、服買うのが好きじゃないんです。昔から苦手で、できるだけ買い物しなくていいようにしたいので、体に合うなって思ったのを見つけたら着れなくなるまでそれを着続けます。ユニクロのこのズボンのこのサイズがフィットするって分かってるから、アメリカ来ても買い物しなくていいように 2,3 着買っておきました。でそれを今回持ってきました。日本のものだとクオリティもいいですよね。勝手な思い込みかもしれませんが、2000円でこんなにいいズボン買えないと思います。きっとアメリカで。わかんないですけどね。もう多めに買って持ってきました。あとこれを買ってきた理由もう一つあってですね、日本の服のサイズはセンチだけどアメリカは全てインチなんですよね。だから本当自分のサイズが分かんないです。もともと買い物苦手なのに、もうそこがねなかなかまためんどくさいんですよね。こう試着したりチェックしたりとか。だからもう分かるものでいこうっていう感じで持ってきました。皆さんだったらどうしますか？買いだめして持っていきますか？それとも新しい場所行ったところで服を買いますか？ぜひ教えてください。服系でもう一つ持ってきたのはこちらです。レインコートのセットです。外で過ごす時間が多いですし、ここの週は春の時期とか結構雨が降ったりするので、さっきのズボンとほぼ同じ理由でレインコートを持ってきました。もともと持ってたものなのでわざわざ買ったわけではないですけど、持ってきてよかったと思ってます。アメリカに来て約1ヶ月経つんですけど、もう 3,4 回は使ってますね。もう今日も雨なんですけど、これから散歩行くので使う予定です。以前作ったなぜアメリカ人は傘ささないのっていう動画で話したように、本当にアメリカ人は雨に濡れるのが気にならないそうです。隣に住んでる方は毎日犬の散歩で家の前で通るんですけど、雨降ってても傘ささないんですよね。私の場合逆にちょっとでも雨降ってたらすぐにレインコート着るので、私を見て不思議だなってきっと彼女は思ってると思います。なんでレインコート着てるんだろうって不思議に思うでしょうね。もう文化の違いって面白いですよね。はい、では最後の日本の手放せないものについて話しましょう。最後は日本のマスクです。今までアメリカに来た時はもちろん持ってこなかったんですけど、今回は必要品ですね。しばらくアメリカに行くよって日本の友達に伝えたら、多くの方々から手作りのマスクをいただきました。本当にたくさんいただきました。嬉しいです。ありがとうございます。5、6人の方からいただいたんで、きっと皆さんが心配してましたね。私もちょっと飛行機に乗るのにちょっとドキドキしてましたが、実はその日飛行機はほとんど貸し切り状態で、キャビンアテンダントさんと弟と私だけだったので、本当に安心してアメリカに来ることができました。キャビンアテンダントさんもびっくりしてたぐらいでした。もう本当にラッキーでした。ここら辺は本当に田舎だからそうでもないですけど、
やっぱり街の方に行くとほとんどのお店の入り口に必ずマスクを着用してください的な看板が貼ってあります。なのですごく助かってます。一人でこんなに使えないのでお土産としても使わせていただいてます。やっぱり日本のは作りがいいそうで皆さんが喜んでくれます。そんな感じかな。あとはちょっとしたものかな。こういう小さなメモ帳とかこういうノートペーパー、綺麗な日本の紙だったりとか、あとなぜ持ってきたかわかんないですけど、この可愛いのが好きだからこういうクリアファイルとか持ってきたりしました。あ、そうだそうだ、こういうのも持ってきました。ちょっと見えるかな。うわ、このねランプの上にね、見えますかね。これちょっと待って、持ってきます。着物柄のヘアバンドとか持ってきました。ちょっとでもね日本のアクセントを加えるためにランプにかけて結んだりとかしてますね。やっぱすごくここアメリカっぽいから日本のアクセントがね欲しかったです。まあそういう感じかな。さっきも言ったように普段だったらもっといろんなもの持ってくると思うんですけど、やっぱ家族の引っ越しとかでスペースがあまりなかったので、今回持ってきた日本のものはそんな感じです。予想通りでしたか？それとも意外だなって思ったものもありましたか？ぜひ皆さんの経験だったり皆さんの意見をお聞かせください。皆さんがアメリカなどに来るならどういったものを持ってくると思いますか？ぜひぜひコメント欄の方で教えてください。ここまで見てくださりありがとうございます。皆さんと次のアメリカンアドベンチャーに行けることを楽しみにしてます。次の動画でお会いしましょう。皆さん Be you and be happy、 自分らしく幸せに生きていきましょう。では次の動画でお会いしましょう。 See you next time! Bye! あ、そうだ、一番手放せない日本のものは猫たちだMade in Japan Cats です。